はいどうも、車買うチューバーワンソフチューブです。今回はですね、私も完全にノーマークだったトヨタの新型ハイラックス、こちらがですねマイナーチェンジを行いましたので、ネッツトヨタ東埼玉さん、こちらで取材させていただくことができました。現行型8代目となるハイラックスはですね、2015年から、タイを中心とした北米などでも販売されていたんですが、日本ではね2017年に導入されていました。それがですね今回2020年8月19日にマイナーチェンジして新しい顔つきになったと、安全装備なども一部改良されているということですね。で、今回撮影させていただいたのがトヨタのハイラックス Z という上位グレードになります。車両本体価格は 387.6 万円となっています。それではまずエクステリアから見ていきましょう。隣にねブラックのハイラックスも置いてあったんですけれども、こちらのダークブルーマイカのハイラックスから見ていきましょう。まずね特徴的なのはこのいかついフロントマスクですよね。ラブ4にもね少し似た印象の台形のグリルになりましたけれども、やっぱりねアメリカンなねタコマとかね、そういったピックアップトラックらしい迫力のあるねグリルに生まれ変わりました。そしてね今回のマイナーチェンジでヘッドライトが LED 化されてバイビーム LED ヘッドライトになっています。そしてねウインカーも LED ですね。今回ヘッドライトも結構薄型なイメージになりましたよね。ライン上に光るポジションランプとメッキのねフレームなんかもかっこいいですね。そしてフォグランプも LED になっています。周りのねガーニッシュの部分もピアノブラック化されていて、結構ねラグジュアリーな雰囲気もちょっと漂ってますね。でウインカーはここが光るという形になっています。それにしてもこのグリルのでかさ半端ない。そしてねトヨタマークのでかさも半端ないんですよね。これ通常のトヨタマークよりでかいですね。手のひらぐらい大きいので、普通のトヨタマークよりもね 1.5 倍から2倍ぐらいでかい印象でした。そしてバンパーロアにはですねこのようにプロテクターのようなデザインになっていて、アプローチアングルもやっぱりねそこそこちゃんと確保されていますね。で、LED のフォグランプがついているという形になっています。いやいかつい。そしてこちら補助ミラーですね。これピックアップトラックだとこういうのはやっぱ必要なんですかね。これ運転席から見るとこんな感じでフロントとねサイドのところが見えるようになっていますが、ちょっと小さいので本当によくよく目を凝らさないと見えないかもしれないですね。そして、ハイラックスのサイドの方に回っていきますが、いや長いな、これははみ出しちゃってますね。ハイラックスのボディサイズは全長5340、全幅1855、全高1800と全長がなんと 5.3 メートルとグランエースより長いという形になってるんで、駐車枠見事にはみ出しちゃってますよね。2台分の駐車スペースを使うということで、ちょっとね駐車場かなりね厳しいかなと思います。そしてハイラックス Z には17インチアルミホイールとオールテレインタイヤが装着されていました。このねガンメタのホイールもなかなかかっこいいですね。そしてハイラックスのロゴ、ハイとラグジュアリーを足した造語だそうです。でねメッキのミラーがあってドアハンドルもメッキ化されていると。で B ピラーは無塗装素地ですね。そして後席のねリアドアもありますが、後席ヘッドレストの後ろはすぐガラスになっていて、その後方はね荷台になっていると。なかなかね馴染みのない車の形ですよね。でリアコンビネーションランプはこんな感じ。ここもねごっついデザインになっていて、なかなかねキャラクターに合っていてかっこいいんじゃないかと。で荷台自体はこのようにね鉄板むき出しとなっています。ホイールハウスの部分がね張り出してますね。そして、ウインカーはこんな感じに光りますが、リアはねやっぱり豆球ですね。海外のね北米とかは特に、リアウインカー豆球の車が多いですね。ラブ4とかもそうですけども、なんか眩しいとかねクレームが入るという噂もあります。そして、最大積載量が500キロと。で、マフラーはこのように切りっぱなしのものが下についているという形になってますが、車のキャラクター考えればねこれでいいかと思います。続いてハイラックスの内装を見てみましょう。鍵穴は見えるタイプですね。そしてドアを開けるとこんな感じ。トリム上部はステッチの加色はしてあるんですけれども、ここハードプラですね。ステッチっぽくなってるのはこれフェイクです。ここハードプラになっています。でシルバーの加色がしてあって、中央部分もハードプラ、肘置き部分はソフトプラで、ウィンドウスイッチ台座はピアノブラックになっています。でメッキのインナードアハンドルがあって、下部はハードプラで、こちらカーテッシュランプではなくリフレクターのみですね。でドリンクホルダーがあって、スピーカーにはねこういうねグロスの
可色がしてあって、ヒンジは、プレス製となっています。続いて、ハイラックスのシートなんですが、こちらファブリックですね。上級ファブリックシートというらしいです。これね、汚さないように戻しておいて、これね一応ね展示車になるそうなんですけれども、シートはですね、手動式ですね。パワーシートの設定はありません。でトヨタっていうね、ロゴがついてるっていうのもなかなかね、トヨタ車でもないですよね。こういうところはねアメリカンかなと。でドア閉めた音もこんな感じ。はい。続いて、ハイラックスのインテリア全景を見てみましょう。この辺はねデザイン自体はマイナーチェンジ前とあまり変わってないですね。でハンドルの衣装なんかもね日本では馴染みのないデザインになっていて、この辺も逆に新鮮ですね。質感自体はそれほど良いっていう感じはしませんが、タフなね車のキャラクターの考えればこれでもいいかなと思います。ダッシュボード上部にはステッチが見えますが、これもフェイクでハードプランになっています。そしてエアコンの吹き出し口にはメッキの可色がしてあって、ハザードランプはこんな感じですね。この辺はねグロス塗装されていて見栄えも良いです。そしてその下にはこのメッキのラインが入っていて、ナビは装着されていませんが、8.8 万円からオプションがあるそうです。この辺もねピアノブラックですね。でその下にはエアコンの操作系のスイッチがあって、温度調整もできます。オートエアコンですね。で風量調整あって、この辺はいいんじゃないんでしょうか。でこれはね四駆とかのモードを切り替えるスイッチがついています。この辺もねなんかね砂浜とか走る車ですからね。そして、こちらシガーソケットがなぜか2つと、逆に USB ポートがないですね。で四駆の、切り替えモードなのかな、これヒルディセントコントロールとかありますね。でアイドリングストップオフスイッチがついてるってことはアイドリングストップするんですね。こちら 2.4 リッターのディーゼルエンジンですけども、アイドリングストップもすると。北米なのにラブ4はしないのにこの辺は意外ですね。そしてその下はちょっとしたトレーと、むき出しのカップホルダーになっています。でこの辺は全て無塗装素地ですね。そしてねエコモードとパワーモードっていう物理スイッチがあって、これでドライブモードを切り替えるようですね。ハイラックスでエコモードっていうのもなかなか面白いかと思いますが、ちょっとね一回エンジンかけてみましょう。はい、ディーゼルエンジンなので、ね、ちょっとね振動と音は聞こえますね。でエコモードとパワーモードの切り替えというものが物理的にスイッチで用意されています。そしてゲート式のシフトノブですね。この辺もちょっと今となってみるとややレトロな感じがありますね。シフトブーツとかはついてないです。そしてサイドブレーキですね。この辺はねキャラクター考えればこれでもいいかなと思います。そしてセンターコンソールにはちょっとした収納があると。でアームレストになっていると。そしてここもハードプラですね、助手席の方で。ここはね収納になってますね。ティッシュぐらい入れられそうですね。2段の収納になっているのはいいですね。続いてステアリングホイールを見てみましょう。本革巻きのステアリングホイールになっていますが、パドルシフトなどは備わってないですね。で、クルーズコントロール系はねレバーで操作するタイプですね。これ RX とかと一緒ですね。ちょっと一昔前のスイッチになっています。でステアリングスイッチでマルチインフォメーションディスプレイは 4.2 インチですね。これの情報を切り替えることができると。この辺も、従来のものと、それほど変わった感じはしないですね。表示できる情報ももはやおなじみといった感じで、そんなに情報量が多くないので切り替えて表示する必要があります。タイヤのね切れ角を表示するモードなんかもありますね。この辺はねさすがオフローダーって感じしますね。でステアリングホイールの右側にはエンジンのスタートスイッチと、この見慣れないパワーヒートというものがスイッチありますが、これねエンジンの暖気を温めて、降雪地帯など寒いところでエアコンのね、性能を上げるためのスイッチだそうです。そしてオーバーヘッドコンソールは、サングラスホルダーとミラーは普通ですね。でルームランプは豆球と。で最近の車ではありがちなコネクテッド系の SOS コールなんかのスイッチはないと
で、バニティミラーなしと、運転席側にバニティミラーないっていうのもねすごいですね。これ助手席側にありますが、これもしかしたら左ハンドル用のものだからなのかもしれないですね。はい、続いて後席を見てみましょう。このねピックアップトラックの後席乗るの私何気に初めてかもしれないですね。でトリム上部はステッチがフェイクのハードプラになっていて、シルバーの塗装がしてあって、で肘置き部分だけがソフトパッドで他は全部ハードプラですね。でもねウィンドウスイッチ台座のところにはねピアノブラックの加色がしてあって、ドアポケットにはドリンクも置けて、スピーカーリングもグロス塗装されていると。そしてねリアシートに乗り込むんですが、やっぱりね車高がフロアが高いんでね、グリップを掴んでサイドステップを踏んでよっこら小1って感じで乗り込む感じですね。でドア閉めた音こんな感じ。はい、そんなに重い音って感じではないですね。で後席も意外と広いですね。拳2個ぐらいありますね。もっと狭いかと思ってました。で足置き性もいいですし、フロアが高い割にはセンターコンソールのところにトンネルありますけども、そしてアームレストも、ちゃんと備わっていると、結構ちゃんと4人座れますね。でコンビニフックなんかもついてますね。そしてねなんかここに紐があったんで引いてみると後席のね座面が跳ね上げられるんですが、これね、反対側も上げるとなんかここにこうペロッとしたものがあって、ここになんか収納なんだかメンテハッチなんだかなんかわけわからないものがありましたね。これはなんか使い方分かってる方いたら教えていただければと思います。これなんかね跳ね上げて物が置けるということなんでしょうか。で後席のリクライニング機能などはないんで結構ね直角に近いですね。そして、荷台なんですけれども、長さが最大で 1565mm、荷台の高さも 480mm、 最大積載量が 500kg となっています。こちらはね錆びにくい亜鉛メッキ鋼板っていうのを、採用しているそうです。マリンスポーツやられる方とかこれをね逆にね業務用として使ってたら相当かっこいいですよね。どうでしょうか、工務店さんとかといった感じでね、新型ハイラックスマイナーチェンジした、Z というねグレードを見てみましたがいかがだったでしょうか。個人的な感想としてはですね、やっぱ 5.3 メートルある全長がですねちょっと日本の道路事情駐車事情にはちょっと難儀するんじゃないかなと思いますが、逆にねトラックだと思えば4人しっかり座れますし、そこそこね、荷物も積めるんで、なんかねやっぱ建築とかやられてる方とか工務店さんとか業務用とかでね、使うんだったらこんなにかっこいいね、車用車はないんじゃないかと思いますね。価格もベースグレードだとね340何万円からありますんで、これをね、業務用で使ってたら相当かっこいいなとね、社員のね雇用のねモチベーションとかにも上がるかもしれませんので、社長さんとか検討してみてはいかがでしょうか。もちろんね個人でね、駐車場が許す方は乗られてみて、さらにね、マリンスポーツとかやられる方だとメリットもあるかと思います。ちょっと違った意味でね物欲を刺激する車じゃないかなと思います。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワントップチューブ、次回もお楽しみに。